上手くなるための考え方としてはですね、やっぱり今日の書き方とか今の書き方、捉え方、考え方を変えない限りは上手くならないんですよね。どうやって無数の手癖を獲得していくかということなんですよ。プラスいかにその手癖たちを強化していくか、ね、だから手癖を強化する方向と広げる方向っていうのがあるわけですよ。ね、なので手癖っていうのは悪いわけじゃないんですよ。ただそのパターンが少ないと、ね、書けるものが少ないのでそんなにうまく見えないよっていう話だと思うんですよね。あと表現力、自分の表現したいことも表現できないので、いろんな手癖をね獲得していきましょうと。自分の手癖を増やすためには見ながら書くしかないし、その見るものも上手い人の絵や、そして、実物ですね。例えばスマホを持つとか、あるいはコップを持つ、何かを持ってるっていう状態、すごい難しいですね。自分で難しい絵を描こう、ただの顔じゃなくてプラスアルファそういうのがあった瞬間に多分難易度が爆上がりするんですよ。この時に絶対やっちゃいけないのは何も見ないで描くってことですよね。実際本気で仕事としてそういう絵を描けって言われたら、まず僕は一目散にやるのはそのポーズを自分でやってみるってことです。特に手元は。でしかもただやるんじゃなくて、かっこよく見えるまずシルエット、アングル、ポージング、どういうふうに、自分で自撮りしたらかっこよく見えるかっていうことを探るみたいなことをやるんですけれどね。僕でも必ずやります。逆を言うとですよ、すいませんね、自慢みたいになっちゃいますけど、今の僕のレベルを作り上げたのはそういう地道な繰り返しでした。間違いないです。もう学生時代からずっとやってます。はいはい。でですね、ジブリのね試験受けに行った時にですね、僕ね昔ね学生時代ね、試験を受けた机にサイバーショットっていうですね、ソニーのデジカメですよねの初代型って言ったのかな、初代サイバーショットがある人の机にあったんですよ。今だったらスマホで簡単に撮れますよ、そんなのね。その当時やっぱデジカメって珍しかったんでしょうね。はい。後々気づくっていうか分かったんですよ。そこの机、近藤克也さんって人がね使ってたんですよ。近藤克也さんってめちゃくちゃ、特に僕はね近藤克也さんの手が好きなんですよね。めちゃくちゃ手うまい人です。でその秘密はね、僕のこれもうここから完全に僕の推測です。なんかのインタビューとか読んだわけじゃないです。多分近藤克也さんはね自撮りをめちゃくちゃやってる。指先とか手に関しては特に。でもそれね、海が聞こえるってアニメのキャラクターデザイン、作画監督やられてる方ですね。特にあるいは有名作品だと魔女の宅急便とかポニョとかの絵をやられてる方ですね。もう業界で本当に屈指というかすごい上手い人がそういうこと普通にやってるんですよ。というか上手い人ほどね、自分が何が分かってて分かっていないか、何が書けて何が書けないかのこの境界線に関して凄まじく反応が早いんですよ。一言で言うと、上手い人ほどこれ書けるこれ書けないっていうね線引きがとてもダイレクトに早いんですよ。逆に言うとですよね、その境界線が曖昧な人、あるいは曖昧にしている人、めんどくさがってる人、こういう人は残念ながらうまくなりません。僕は大学生ぐらいから絵を描き始めたので、とてもですね下手なところからスタートしたんですよ。分からないものをひたすら調べて描くっていうことを学生時代やってましたし、とにかくこの作品はとにかく絵を上手くなろう頑張ろうみたいな作品に関してはもう一つのポージングで半日ぐらい描いてたとか平気でありましたよ。もう1枚簡単に言うと。でもうまく描けないみたいなっていうですね、もうどこまでも貪欲に何度も描き直す、こだわるっていうことを平気でやってたんですよね。でそれが今思えば
爆速の上達方法だったんでしょうね。あれをやったりこれをやったり、いろいろね、自撮りをしてみたりしてみなかったり、自撮りをしすぎてなんか逆に変にもっさりしたり、あるいはそのフィギュアを見たり見なかったり、うまいよを見たり見なかったり、それを組み合わせたり組み合わせなかったり、もうその時その時でですね、いろんなパターンを試していろいろやってみて、で気づいたら絵を描き始めて3年ぐらいでプロになってて、さらにその3年後ぐらいにはなんかアニメのね、なんかある作品でね、作画監督とかやらせてもらったりとかね、あるいは食ってくとアニメで食べていけるようになったりとかしたんですが、その間やってたのは、別にねこれね、自主制作の時もプロになってからも絵の世界っていうのは変わりませんからね。はい。何か皆さん勘違いしてる人もたくさんいるかもしれないですけど、プロになったらなんか特別な魔法でもかかってスーパーマンにでもなると思ってる人いませんか？そんなこと1ミリもないですからね。むしろ全く同じです本当、お金もらえるかもらえないかしかないです。むしろプロになるとお金もらえるんで、その分ねずっと絵に集中できるので、それですごくありがたいんですけれど、作業工程そのものは机の前で絵に向き合う時間、その紙に向き合ってることってプロもアマチュアも全く同じです。例えばプロで活躍できる人とプロで活躍できない人、あるいはずっと素人のままの人ねの違い、徹底できるかどうかです。本当にそういうことです。1枚目の前の絵に徹底してそこまで調べたんかみたいなね。例えば髪の毛の立体感、耳の形、あるいは襟の形どうなるのかなって自分で写真撮ってみたりとか、あるいはその角度で自撮りしてみたりとか、どんなシワがつくのかをねいちいち確認したりとか、そうこうしてる間にですね、1枚にかかる時間めちゃくちゃかかるんですよ。で全然かかっていいんですよ。例えばね、作画監督を仕事としてすると言った時にですね、いちいちシワがって言ってさ、資料見てたらさすがに終わんないんですね。ただそういうですね、いざ資料を見ずに爆速で仕事を上げなきゃいけない、絵を大量に上げなきゃいけないねという時にね、最大のパフォーマンスを発揮するためには、日頃からわからないものをひたすら調べて書くっていうことがめちゃくちゃ重要なんですよ。大事なんですよ。ひたすら自分の中で貯金っていうのかな、かけるものを増やしていくんですよね。っていうのをひたすらやることが一番早く上手くなることなんですよね。なのでこの部分ってどうやって書くんですかみたいなね質問結構あるんですけれど、ズバリそのものを見ましょう。いや、そのものがない場合はそれに近いものを見立てて書きましょう。わからないものを分かるようになるためのするためのステップっていうんですか、ものを自分で踏むっていうんですかね、もうこれに尽きるんですよね。手だったら結構やるのが、皆さんね結構プロの方がよくやるのは、もうズバリ自撮りする。でそれを女の子の手、男の子の手に変換する。その変換術を持っている人によっては。でその時にまず自撮りをする時の撮影方法、どこからどう撮ってどういう風に見せたらかっこよく見えるか可愛く見えるか、自分の手を女の子変換する、あるいは男の子変換するという変換術を学んでほしいんですよ。それも含めてその資料の使い方、自分は何が書けて書けないか、自分はその資料をどう使ったらうまく最大のパフォーマンスを発揮できるか、これはですね皆さん各々スタイルっていうのがね違うと思うんですよ。なんでやっぱみんなほら書きたいものも違うしさ、最終的にどうなりたいかも違うじゃないですか。でそれに合わせて結局自分はどういうアプローチを踏んだら自分の最大満足、最大パフォーマンスを発揮できるかっていうのはみんな違うんですよ、ね。なんだけどそれをやっぱりですね、何も見ずに、あれば見てるんだけどよくわかんないけどなんかとりあえず書いとくかみたいないうような、スタンスでは基本的にはうまくならない。いや、今よりはちょっとずつはうまくなります。ちょっとずつはうまくなります。ただ自分が望むような結果にはならないような気がします。